こんにちは。なんでも動画人のつっちゃんです。今日はライトノベルファン、そしてアニメファン、また小説家になろうファンのあなた。さあ、大事件です。事件というか、大フェスティバルです。なんと、今日は僕のチャンネルでぜひ取材をさせていただきたいという申し出に、快く、つまり快諾してくださった超スペシャルゲストをお招きいたしました。なお小説のパイオニア、無職転生の原作者でいらっしゃる理不尽なママノリネ先生です。どうぞ。握手をありがとうございます。ありがとうございます。映ってないかな。ありがとうございます。はい、ではこれになっていただいて、すみません、私も失礼します。いや、こんなことが実現するなんて思っていなくて。そうですか。もう近所に住んでいらっしゃったので、なんかじゃあ出ちゃおうかなみたいなことでできたんですね。先生は岐阜っていうのは公開されてたんですよね。一応そうですね。書籍の僕のプロフィール欄のところに書いてありますね。裏に先ほども拝見しました。書いてあります。あとシュークリームが好きだと書いてあるので、皆さんよろしくお願いします。すみません、私今日シュークリーム持ってき忘れちゃった。大丈夫ですよね。もう次の時は次もぜひ、次は絶対シュークリームを持ちますので、よろしくお願いします。先生は、先ほど申し上げた通りの、もうこれをご覧の皆様はもう説明するまでもないですが、先生から自己紹介をお願いいたします。はい、どうも、小説家になろうの方で無職転生世界行ったら本気出すという作品を書かせていただいております、理不尽なマモンテと申します。皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。はい、自己紹介ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいな。多分僕よりも絶対あなたの方がここに来るべきでした。はい、今ご視聴のあなた、本当に私ですいませんが、ぜひこの先生の取材を、最後までお聞きくださいませ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、下げていただいた方は。先生、私、はい、昨日ですよ。昨日無職転生アニメ化いつで騒ぎ開いたんですよ、検索で。そしたらなんと22時間前に PV 公開ってあって、早速見たらめっちゃくちゃ良かったです。でしょいや、もう僕もね、初めて見た時すごい良くてもうね、もう言葉にならないですよね。ならないですか。キャラたち動いてる。僕はですね、あまり漫画をまだ読んでない、はい、先生の小説ばかり読んでたんですけど、ですからロキシーの姿とかどうなんだろうなってずっと不安にも思ってたし、期待もしてたんですけど、すげえ可愛い。いや、もう本当にねロキシーもエリスも可愛い。シルキーもみんな可愛いですね。ルイジェルドもかっこよかったですね。ルイジェルドもかっこいいし、もう本当にもう1秒に満たないような短いシーンだけれども、ノルンとかアイキャとか七星とかもやっぱ全部出てて、そうですね。もう本当にいろんなキャラがもうギュッと詰まっている PV で、もう本当に私のファンの方々もそれを見て、なんかもう本当に僕が一番最初に見た時に一瞬気づかなかったようなところに気づいたりして上げてくれるんですよ、そのキャプチャーを。上げてくれる。そうです。ツイッターとかでですか？そうですね、ツイッターとかで上げてくれるんです。一コマ、たった一コマ、たった一コマみたいな、あれを上げてくれて、すごいな、ここまで見てくれるんだって思って。で、私はもう早くルディが中空魔法をぶっ放すところまで見たいなと思うんですけど、幼くしてね。そうですね、はい。ルディ、これはね、ネタバレもあまりしない方がいいんですかね。そうでしょうね。これを動画を見てから無職転生に興味を持ってくださる方もいる可能性もある。アニメ化から始められる方も多いとは存じます。そうですね。アニメから始められる方のために、極力ネタバレにはフォローしていただきます。はい、ありがとうございます。先生は優しい。フォローしてくださる。
私なんか初めてこんな2人並んでの対談ですよ。そうなんですか、インタビューという形でなるほど先生も声を音量を上げて喋ってくださってます。いやもうもちろんそれはね、だって、せっかく喋るのにもボトボトボトって喋ってたらね、何言ってるのか分かんないなってなっちゃうじゃないですか。嬉しい。もちろんね、自分の言葉を伝えないといけないですからね。はい。じゃあそういうわけで、そういうわけで、ルディの成長っぷりも見たいし、ロキシー、シルフ、エリスにも会いたいし、ルイジェルドも見たいし、アニメとなった、あんな素晴らしい PV を見たらもう早く会いたい、もうそんな気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。はい。で今先生だいぶおっしゃっていただけたんですけど、 PV をご覧になって先生から、ちょっと思ったことや感じたこと、そうですね、今喋られてないことで何かあれば。そうですね、やっぱりPV って一番最初に作られる映像作品なわけですよ。これまでは絵コンテとか、ティザーのビジュアルとかキャラデザインみたいなのは来るんですけれども、実際に動いているところって私も初めてあそこで見るわけですよ。だからあそこに至るまでやっぱりアニメになるんだっていう実感はやっぱりどっかで得られてない部分があったのを今回ようやく得ることができたって実感です。ものすごい感動しましたね。ものすごい感動であったの。ものすごい感動ですよ。だって動いてるんですよ。動いてる。今まで止まっていたものが、動いているものが、ですね、アニメ本編になった時に、もうどうなってしまうのか、皆さんにも本当に、期待して待っていてほしいです。第1話もう早く見たい。もう本当に2020年何月になるかはまだ発表してませんが、そうです。ご期待ください。ご期待ください。はい、ちょっとね、ここからが実は取材になるんですが、もう十分な取れ高いただきましたけども、まだここからすいませんがお付き合い願います。本田先生の小説の世界がアニメ化されることについて、先生は今年ね3月の15日にツイッターで「やったね」と無職転生アニメ化決定という色紙の固定ツイートにされていますが、その反響もね、1万リツイートを超えてて、すごかったんじゃないでしょうか。そうですね。どうでした？もうすごかったですね。あれはあんなにリツイートしてもらったのってやっぱり生まれて初めてでしたから、もう本当に通知が止まらないんだなって思って。通知がやっぱ来るんですか？そうですね。通知1回も音は出さないようにして通知って本当に来るんですか？1万リツイート。本当に来ますね。そうですね。あなたのリツイートがなんたらかんたらみたいなの来ましたしね。そうですか、そういう意味で大変でしたか？少し。すごい。でも嬉しい悲鳴。ずっと嬉しいですね。嬉しい悲鳴ですね。だってそりゃそうじゃないですか。いやもうどうしよう。これってリツイートツイートの下に、宣伝とかぶら下げた方がいいのかしらと思って、でもそもそもこれ宣伝だわって思ってね、アニメかけって。だって皆さんがリツイート1万回以上してくれるわけですから、もうぶわっと広まったわけですね。広まってありがたいですね、本当に。ツイッターもいい仕組みですよね。いや本当にそうですね。じゃあそうして2020年にアニメ公開となるわけですが、私が質問したいのは、アニメ化が決定されるまで、先生は2015年に執筆無職転生終わってたんですけども、その決定されるまでのお気持ちと、それからアニメ化が決まった瞬間、先ほどもおっしゃっていただいたかもしれませんが、決まったぜっていう時の瞬間のお気持ち、そして今現在おそらく東京へ打ち合わせなども行かれていると存じますが、そういったものも含めてのお気持ち、ちょっとその3つを聞かせ願えないでしょうか。まずは、そうですね、アニメ化が決定されるまで、ちょっと私からしてみれば長かったかなと思いましたが、いかがでしたでしょうか。そうですね、私やっぱり創作物ってそれぞれ魅力が違うと思うんですよ。アニメにはアニメの魅力があるし、漫画には漫画の魅力がある、小説には小説の魅力があると、中でもう必ずしもその小説より漫画が上、漫画よりもアニメが上ってことはないと思うんですよ。
だからアニメ化、しなくてもいいやって僕ずっと思ってたんですよ。そうなんです、ね。小説として、いいものを書けた、はい、それに対してもういろんな方々がもう良かったよって言ってくれる、はい、あなたはもう小説はもう本当に小説で表現すべきことを小説で、うまいこと書いてくれたと、言ってくれたので、別にアニメ化、しないでも、いいかなと、本当に。他の、同期みたいな、ね、作家さんの作品が、アニメ化してすごい売れてるのを見ながら、ちょっと羨ましい気持ちはもちろんありましたけれども、それでも、でも本当に自分に聞いて、自分の心に「お前今アニメ化したいの?」って聞いてみたら、やっぱりでも、いやそれほどでもないですっていう、やっぱり答えは返ってくるんですね。羨ましいけど、でもいいですみたいな。だから2015年から今19年でしたから、長かったですよね。そうですね。先生は、おっしゃったのには、小説よりアニメが上ではない、なるほど、そういうお気持ちでいらっしゃったんです。そうですね。もしかすると言い訳だったのかもしれないですけれども、でも僕は羨ましい、悔しい。やっぱりでも先生、この小説でアニメ化してほしいランキングに常に1位、2位、3位のうちのどっかに常に入ってる。ファンの方々の声があっての、ひょっとしたらアニメ化だったでしょうかね。そうかもしれませんね。だとしたらもう本当にそういう時に声を上げてくださった方にはもう感謝しかないですね。嬉しいですね。もう本当に嬉しいです。ちょっと長くなりましたけど、アニメ化を決定した瞬間、もう先ほどもお話しいただいたかもしれませんが、もう短めでよろしいので、短めでいいですか。やったねって感じ。ありがとうございます。やったね。本当にツイートにやったねって書いてありました。そうですね。もちろん、小説よりアニメが上ってことはないんですけど、でもやっぱりアニメ化をする作品ってなるとやっぱりいろんな方に愛されて、アニメ会社の方ももちろんこの作品の採算が取れるっていうそういうことですか、気持ちでやってくれるはずなので、お金もかかってくるんですね。もちろんね、いろんなやっぱりもう関わる人数が爆発的に増えるので、すごい今募集してらっしゃいましたよ。そうですね。アニメ一緒に書いてくださる方いませんからっていうのは、そうですよね。だからね、そういう大勢の人を動かしても大丈夫な作品だと思われたということがまず一つすごく嬉しいですよね。そういう認められたという。そうですね、認められたっていうのはやっぱり、ありがとうございます。そして、今、ツイートを僕たまに見ているんですけども、先生のツイート、東京へ行ってきますというのがありましたけど、そういった打ち合わせをしている段階、そして先ほどはPV の話でしたけども、打ち合わせをしていた段階でのお気持ちはどうでしたか？打ち合わせをしていた段階での気持ちというと難しいですね。コンテとかを見せていただいたとかあるんですか？そうですね、PV のコンテとか1話のコンテとかを今見てて、PV はもう公開されたんですけれども、コンテっていうのはこう一枚一枚、そうですね、シーンごとで切ってある漫画みたいな感じのあれですね。鉛筆のような、そうですね、ラフな感じで書いてあるやつですね。段階的にものを作っていくので、すごい着々とものができていくっていう感覚を今味わっている段階ですね。本当に脚本を読ませていただいて、でそれにちょっとだけ口を出させていただいて、それをもとにコンテが上がってきて、コンテに対してもここはこうなんじゃないのって言わせていただいて、発言はできるんですね。そうですね、今のところ先生はどのぐらいの権力があるんですか？ぶっちゃけた話を言うと、僕は一番権力が多分強いです。僕はやっぱり口を出すだけの立場なんですよ。そうですね、監督ではないんで、本当は僕は監督が一番上であるべきだなと思うんですよ。実際に作る人の葬式をする方だから。でだって僕がアニメのこと全然分かってない僕が、すごい的外れなことをこうすべきだろうっていうふうに言ったらそうなっちゃうわけですから、そこはやっぱ気をつけなきゃいけないなってずっと思ってたんですよ。もちろん引いちゃダメな部分は引かずに強く言おうと思っていく。ここだけは譲れないみたいなのもありますからね。もちろんありますからね。わかりました。どうもお気持ちを聞かせていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう少しね、聞きたいわという方のお声にお答えして、私が代わりにお聞きいたします。はい、
じゃあ魅力的で個性たっぷりなキャラクターたち、はい。はい、どこから生まれたんでしょどこからですか。難しい質問ですね。うか。例えばまあ、どこからと言われるともちろんパソコンから生まれたっていう形になっちゃうんですけれども、先生の執筆スタイルはパソコンなんですか？そうですね、僕はパソコンで書いてます。ああ、まあ、最近はスマホで書く、はい方も結構増えてきているらしいんですけれども、はい私は昔ながらの、パソコンですね。もうパソコンで書いているのが多分20年ぐらい前だともうすごい最新だったんでしょうけれども、はい、私はパソコンで書いてます。パソコンで執筆スタイルはパソコン、そうですね、はい。でどうですか？ノートですか？それともデスクトップで？まあ、デスクトップでですね、あ、じゃあしっかりとこう向き合って書かれている。パタパタと。あ、僕一回なろうで小説を書こうと思ってはいやってたことあるんですけど、これでしたよ。これであーもういや、もうそういう方もね、最近本当増えてきてるんで、全然いいと思う。もうこうなんて、そしたら全然何も思いつかないやはり姿勢がやっぱりこういうふうにしっかりしていた方が、いやー、どうなんでしょうね。どうなんまあ、これ姿勢は意外と悪い方もいらっしゃるですし、まあ、それは最終的に体のどっかにガタとしてきちゃうので、あーなるべくいい姿勢でやった方がいいなっていうのはありますね。先生の作品すごい超大作大河。そうです、長いですよね。はいまあはいなるほど、中の本当長いものの中では言うほど長くないんですけれども、あ、そうなんですか。そうですね、でもまあ自分では283万字ですごいですねだいぶ書いたなと思います。83万字。長い時間かけて書くわけじゃないですか。2年とか3年とかかけて。はいなると、まあ、どっかに肩こりとか腰痛とかになって現れてしまうので、やっぱり体を気遣うためにも、そうですね、長く書くためにいい姿勢でやりましょうっていう感じで、これね、私後でもう一個の質問として質問しようとしてたんですけど、はいお答えいただいたんですけど、これから小説家になろうで小説を書きたい人のためにもスタイルを教えてくださいっていうのをなるほど。今のでもお答えいただきました。じゃあ先にでやっちゃいましたね。はいこうやってね、ちゃんとノートでもいいので、パソコンに向かって姿勢を正してやると、はい、自分の体にも優しいし、ということでしたね。先生は、はいこうやって執筆されていたわけではなかったと。まあそういう時もありましたか。そうなんですか。少しはありますね。まあそれはそうですね。だって外出最初からこうやってスパーッとやってたらそんな結論出ないじゃないですか。体悪くしたからこうやってやってるわけです。はい、体を悪くされた。そうですね、目が悪くなったりとか、まあ最近は肩こりがやっぱりずっと続いていたりとかしますね。肩こりが、だから職業病ですか？そうですね、職業病になりますね、どうしてもずっと画面見て、ね、この姿勢でちょっと肩が前に出てやってるわけですから。多少のこれだけのことでも肩こりにそうですね、やっぱりつながる。ちょっとそうですね、ちょっと話がそれてしまったんですけど、個性たっぷりなキャラクターたちはどこから生まれたのかっていうことなんですけども、そうですね、私やっぱりなんていうんですかね、魅力的なキャラクターって、一番最初から魅力的だったわけではないと思ってるんですよ。そうなぜエリスとかロキシー、シルフィーが皆さんの目から見て魅力的に見えるのかっていうと、作中で魅力的なことをしたからだと思うんですよ。そうですかね。だからなんていうんですかね、そのキャラクターが本当に必死で生きて悩んで努力してこれを解決したとか、何かを手に入れることができたっていうのを書いたからこそ魅力的なキャラクターが生まれたんだと思います。ただもちろん作中であんまり活躍してないのになんか魅力的に映るぞっていうキャラクターがいるかもしれません。そうですね、本当にそういうキャラクターって多分作中でいうところのすごい過去があるキャラ、キシリカ・キシリスだとか、バーディー・ガーディーだとか言ってすごい長く生きている人たちって無職転生より前に物語があった方々なんですよ。そういう人たちが、過去こういうことをやったから今はこういうキャラクターとして確立しているっていうのがあるのですごい魅力的に映るんじゃないのかなと。結局シルフィーとかエリスとかが劇中でやったようなことを彼ら昔やっただから今魅力的に映るんだっていうのが私の多分そうなんじゃないのかなっていう結論ですね。じゃあ魅力的で個性たっぷりなキャラクターが、どこから生まれたかは先生が執筆されているうちに
生まれた。そうですね、だんだん魅力的になっていったんだと思います。そうですね。あとはまあそれをリアルタイムで、見ていただいたなろうで見ていただいた方からの何かコメントとかはあったんですか？そうですね、まあいろいろもうたくさんのコメントはいただいてましたね。でもそういうのは気にせずに執筆されましたか？そうですね、まあ、ヒントになることはやっぱりあったので、気にせずにっていう言い方をするとあれですけれども、そうですね、やっぱりいろんな方の感想を見て、このキャラって実はこの瞬間こう思っているのかなとか、こう思っていたんだなみたいなのを自分の中にやっぱりある程度は取り入れてやっていましたね。じゃあコメントとかを取り入れさせてもらったこともあると。そうですね、参考にさせていただいております。参考にさせていただいたこともあるということです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、もうちょっとすいませんね、先生にこんなに無理をさせるなという声も聞こえそうですが、はい、せっかくのチャンスですので、無色転生を、執筆されるにあたって決まっていたことやキャラはいますか？決まっていたこととかは、どうでしょうね。全体的なプロットは実はやっぱ決まっていましたね。はい、まあネタバレになっちゃうなっていう感じなんですけれども、まあこの辺りでこういう出来事が起こる、この辺りでこういう出来事が起こり、まあこういう方向に進んでいくみたいなのを、まあ、ある程度頭の中にぼやーっとはありましたね。すごいな。超大作は最後の方まで見えてましたか？最後の方まで見えてたわけではないですね。半分ぐらいは最初の方には見えてましたけれども、ある神様とオルステッドと、そうですね、そういうなんか世界の根底みたいな話はある程度ありましたね。すごいですね。はい、じゃあ、結構決まっていらっしゃったということ。どうでしょうね、決まってないことの方がやっぱ多かったですね。作中でなんかどんどん変わっていったことも多かったんで。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、最後の質問となりました。はい。無色転生を読んで、僕もいろんなことを感じて、自分がね変わっていったこともあったんです。で、僕はね結局ルディみたいになりたいと、強くはなりたくはないですけども、家族を大事にする、そんな人間になりたい。父母を大事にして、自分の家族も子供たちも、嫁さんも大事にする、そんなルディのようになりたいと僕は思いましたと、僕は思ったんですが、先生が小説や漫画の読者さん、それから、アニメの視聴者さん、に対して、本当にちょっと感じ取ってほしい、この無色転生という非常に長い、でもすごく濃い濃密なこの、素晴らしい作品に、アニメをご覧の視聴者さんに対して、本当に感じ取ってほしいことを、全部言っちゃったらね、それは先生のメッセージだけになってしまうので、やっぱり小説を楽しんでほしい、またアニメを漫画や楽しんでほしいっていうのがあると思うので、それはもう個人で思うことを思ってほしいっていうのがあると思うんですけども、先生が少しだけでいいので、これをちょっと感じてほしいなって思うことってございますか？そうですね。まあそうですね。みんなやっぱ必死に生きてるんだなっていうのを感じ取ってほしいですかね。ルディの生き方は必死ですよね。そうですね。もちろんルディに限らず、そうか。もういろんな、もうすべてのキャラクターがエリスも必死でした。そうですね。もう必死ですし、なんだったら作品の外、もう本当身近な人たち、もう本当にいいやつもいるし、嫌なやつもいると思うんですけど、作品の外、そう、みんな必死に生きている。だから嫌なことを言ってしまう時もあるし、失敗をしてしまう時もある。で、そういう時に、でもそうだな、こいつもやっぱ失敗はするよなとか、ちょっと今口が滑っちゃったのかなとか、そういうふうに思ってちょっと優しい気持ちになって、許せるものだったら許してあげてほしいですね。先生は小説の中だけじゃなくて自分の周りの人も見てみてくださいと、それが、先生の願いであると、いうことでした。そういうお人柄ですよ、先生。そうですね。先生がこれアニメ化決まったのは、お人柄です。
いやそんなことはないと思いますけれど、そこまで読者さんのことを考えてくださっている、アニメになると視聴者さんですけども、はい、コミック読者さん、視聴者さん、アニメ視聴者さんのことを考えてくださっている、じゃあというわけで、はい先生目が優しいです。そんなことないですよ。そちらから見えますか？見えませんか？はい。それでいよいよ2020年にアニメ化される、私ね、先生に後でサムネでもうあると思いますけども、サイン第1巻に書いてもらいましたけど、その取り寄せた Amazon の帯にアニメ化企画中と書いてありました、2020年アニメ化企画中、もうアニメ化するのはもう PV を、ぜひね、概要欄のリンクに貼っておきますので、YouTube での公式の東宝アニメーションの、無色転生の YouTube の PV がございますので、概要欄に貼っておきますので、すごい短いですけども、すごいギューッと詰まってますので、ぜひそうですね、小説の方も読んでいただくと、そうですね、さらに、PV がすごく良くて、期待できるなと思ったら、ぜひとも小説の方もよろしくお願いいたします。そうですね、お願いします。で、ここから先生の宣伝に入ろうと思っていたんですが、無色転生異世界行ったら本気出す、2020年アニメ化ということで、これから、PV とかいろんな情報が出てくると思いますけれども、来年の、本放送、目指して頑張っていきますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では先生、先生というか、理不尽な孫の手先生、今日は本当にお会いできるなんて夢のようです。そうですか。本当にもう一度すいません。ありがとうございます。読者代表として先生にこんなに長く取材させていただきました。じゃあ、それでは、私の方からなんですが、何でも動画人つっちゃは何でもやるから、きっといつかあなたの何かにヒットします。だからぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録もうしてやるぜっていう方は、コメント欄にコメントください。今回コメントくださる方は新規の方かもしれませんが、ちょっとこの動画を見たよっていうだけでもいいので、コメントくださると嬉しいです。どうぞコメントもよろしくお願いします。では今日は超大物ゲスト、理不尽な孫と超大物ゲスト、理不尽な孫の手先生にお越しいただいてインタビュー取材させていただきましたという動画でございました。どうもご視聴ありがとうございます。せーの、ノスありがとうございました。ありがとうございました。